西岡聖吾さん、当時13歳。爆心地からおよそ2キロ離れた千田町の広島県立広島工業学校で被爆。その日は病み上がりだったため、建物疎開の作業現場には行かず、学校に登校したところでした。爆風で2、30メートル飛ばされ、校舎の下敷きになり、手や顔に大きなやけどを負いました。建物疎開に出ていた同級生たちは全員死亡。戦後そのことを知り、大きなショックを受けました。核兵器をなくして平和な世界を作りたいと西岡さんは語ります。広島市の西白島町ですから、周りが軍隊の施設に囲まれた町なんですね。割と社会的地位の高い方が周りに住んでおられました。で私の家族は両親と2人の兄と私の5人家族でした。父はタクシーの会社を当時やってたわけです。兄は当時の私立工業専門学校の1年生で、次の兄が今の三菱重工の祇園にありますそこの軍需工場に勤めていました。で、私が今の工業学校の1年生です。で、ちょうど7月の終わりは学校で期末試験だったわけです。で、ちょうど7月の31日に試験が済んだ瞬間ぐらいに、私がものすごく高い熱が出て、でこれは大変だというんで、先生におんぶして千田町から白島まで連れて帰ってくれたわけですね。その時に私と一番仲の良かった伊藤君というのが私のカバンを持って、要するに3人で電車に乗って帰ったわけです。熱が下がってもしばらく休めというんで、ちょうど学校の1年生は8月の1日から10日間の建物疎開に出ることになったわけです。やっと熱が下がったからもう出ようかなと思ったら、先生の方から、私は当時電気科だったんですが、電気科は5日の日が休みだから6日から出てこいと。その6日もお前はその炎天下で作業するのは大変だから、学校の中の仕事をしろと。他の同級生は全部中島新町に建物疎開に出かけて、熱線を浴びて犠牲になったわけです。8月の6日ですが、7時半頃に警戒警報が解除になったので、私は家を出かけていきました。で、その時の姿というのはこういうふうな姿です。当然頭は丸坊主で、頭は戦闘帽で、服の上下は中学に入ったら配給があるんですが、物資が不足しているのでまだ配給がなかったわけです。で、そのために国民学校を卒業した時の冬服をそのまま着てたわけです。これがその学校の本館といいまして、下が事務所とか職員室になって、上が講堂なんですね。これからゆっくり坂道を降りて、この正門に入っていきました。入ってすぐ左に行ったところに、御神苑という天皇陛下の写真が祀ってあるところがありますが、それに帽子を脱いで再敬礼をして、帽子をかぶろうとしたら、なんか B29 の爆音がする、警戒警報が解除になってるのにおかしいなと思ってかぶって、ひょっと見たらこの建物とこの
木の間に白いパラシュートがゆっくり降りてたわけですね。変だなと。前の日にもあったんですが、宣伝ビラを当時よく落とされたので、また宣伝ビラを落としてるんだなと、そういうふうに感じて、で帽子をかぶってこの建物の左を曲がろうとしたところで、ピカッと光りました。光の色が今考えて白だったのか黄色だったのか青だったのか、なんかそんなですが、非常に光が強くて、普通は光と影があって立体的に物は風景も建物も見えるんですが、あんまり強烈な光でもってこれが全て真っ白に平面に見えるわけですね。なんか異常な世界へ飛び込んだような感じだったです。でその光った瞬間、もう暑くて暑くて、思わず大きな声で「暑い暑い」と言って身を縮め地毯田を踏みました。その光った時間というのは実際には数秒だと思うんですが、私はもう1分も2分も感じました。次は爆風にあったわけですが、爆風に受ける瞬間、ちょっと体がなんか5、6センチ浮き上がったような感じで飛ばされるんですが、一生懸命飛ばされるまいと思って足をこういう形にするんですが、自分の力ではどうにもならないわけです。とにかく真横に飛ばされるわけですね。それと同時に窓枠とか木の枝とか瓦とか、もういろんなものが私と同じように平行に飛んでいくのが今もはっきりと頭に残っています。飛ばされたのが20メートルか30メートルか、最後はなんか地面をゴロゴロといったその辺まで覚えてるわけです。で飛ばされるのが止まってパッと頭を持ち上げたら、先ほどの大きな建物がメリメリメリといって私の方に向いて倒れかかってくるわけです。上からもなんかいっぱい落ちてくるわけですね。これでもうダメだというんで完全に気絶したわけです。30分気絶したのか1時間気絶したのかわからないんですが、気がついたら真っ暗でとても静かで、ちょっとカビ臭いような匂いだったです。一体ここはどこだろうかと、自分は生きてるんだろうか死んでるんだろうかというふうにしばらく考えました。でよく詰めて痛かったら生きてるんだなんて言ってるから、右の方を詰めたわけです。痛いなと。で一方学校で習った数学の公式を一生懸命さらんじたわけですね。でまた英語の単語をさらんじて、生きてると。それから身の回りをこう見て、帽子だけが飛ばされてないんですが、カバンも防空頭巾もあると。胸から上は動けるんですが、腰から下へは動けないという状態だったです。そのうち人声がしだして、声を出せ声を出せというふうに聞こえてくるわけですね。ここにおります、助けてくださいというのを繰り返すんですね。どうもその声が通じないのか、またその男の人の声がまた遠ざかり、でまた来るというのが 2,3 回繰り返し、そのうち気がついたのか、頭の上に何か物音がしだしたわけですね。なんかハンマーやらバールでこじ開けるような音がして、そうすると小さな隙間に明かりがパーッと差してきたわけです。これが本当に
助かったと思って、なんかこんな真っ暗なところにだんだんと穴が大きく開けて、やっと私の状況が分かってきたんです。と人が入れるぐらいの穴が開いたら、2人の男の人が入ってきました。それで私を引っ張るんですが、動かないわけですね。そうすると右側に引っ張ったら腰から下が抜けて上に出ることがなったんです。で、体がある程度動けるようになったら、これからはお前が一人で逃げろと言うんで、その2人の男性はこの穴から抜けて出ていきました。で、その助けられた穴から私は覗いてみました。そうすると周りは今まであった学校の校舎などが全部潰れているわけですね。ああ、このそばに爆弾が落ちたんだなというふうに思ってました。後から分かったんですが、左半分がやけどで、左もやけどしてました。で、右足も5センチぐらい大きく口を開いて血が噴き出していました。私の左手は大きく膨らんで、こうしてやると水ぶくれになって水が動いているのが見えてるんですが、それいつかは当たって破れて皮膚が全部垂れ下がったんですね。で、顔を触ってみると皮膚が垂れ下がってるんですが、どうなってるかわからないので、またそこを通っているその男の人に「私の顔どうなってますか?」と聞いたら「やけどしとる」ってパッとこう逃げて、もうそんなのいちいち話したれんというような態度なんですね。暑くて痛くて顔がたまらないわけです。足腰も痛いんですが、顔だけがたまらないんで、川に行って水を冷やそうと思って門を出たところに、ちょうど土手からの坂道ですが、そこへ若い女の人が坂道をごろりごろりとゆっくり転びながら「殺してくれ」と腹の底からの一言一言「殺してくれ」と叫んでるわけですね。その浴衣姿で首から上が血のりでいっぱいなんですね。下は全然血がついてないんですが、この上の土手の方にはたくさん避難者がこんなにしてぞろぞろ逃げてるんですが、もうそんなのお構いなしにみんな我が身一生懸命で南の方へどんどん避難してるんです。で、そういう「殺してくれ」と叫んでる、普通は苦しかったら「助けてくれ」と言うんですが、殺してくれということはよほど苦しかったんだろうと思います。それでその人を横目で見ながら土手の上に上がろうとパッと顔を上げると、その土手の上には女学生数人が丸裸で、残っているのはパンツのゴムが胴とももだけです。で、みんな「先生、お母ちゃん痛いよ、熱いよ」と泣いてるわけです。また次から同じ仲間でしょう、同じ状態のやけどの人がそれの中に加わってくるわけですね。そうすると警防団の男性が「お前らそこで泣きよったらダメじゃないか」と「火が迫ってくるのは早く逃げ」と言ったら、泣き泣きその避難の群れに沿って歩き始めました。学校の本を眺めながら、誰か知った先生がとか誰かいないかなと、誰か知った人がいれば声をかけようと思ってずっと学校の方を見ていました。そうすると学校の門から2人ほど上級生が出てきました。もう見るからに当然上級生というのは当時は服装からして分かるわけですが、座ったままでも軍隊式の敬礼をしたら「おい早く逃げにゃ火が回ってくるぞ」と「いや歩けないんです」と言っ
ったら、よしわしらの肩を持てと。それで上級生に助けられて、また2人の上級生の肩を持ってその避難の群れに加わりました。当然火はどんどん迫ってくるのが見えました。横にはたくさんの力尽きた人が流れていました。南へと行ってぐるっと回って御幸橋のところまで行きました。御幸橋のところに発所があったわけですが、そばまで来ると上級生が「わしらは家に帰るけ、お前は一人で逃げろ」と言ってさーっと逃げていったわけです。私はお礼も言う暇もなく、ただ後ろから敬礼をして呆然としていました。で逃げたところがちょうどこの状態で、私はこの発所のこの右端の方におりました。でこの御幸橋に行くと、もう本当に力尽きた人、やっとたどり着いたと、仲間に初めて出会えたと、そういったなんか人がたくさんいるとなんかほっとしたような気がして、で近くのおじさんに「私は白島なんですが、どういう道を通って帰ったらいいですか」って「バカへ白島の方は大海じゃ、行かれるもんか」と言って逆に怒られました。すると御幸橋の左詰めの西詰めの左側の欄干のところで人が並んでいるので、何かと思ったらどうも治療してもらえるというのを聞いて、その列に並びました。兵隊がこう持ってるのを、私は顔がやけどしてるとか手をこう差し伸べて油を塗ってもらいました。でこれが済むとやっぱりまた避難の群れに加わって、南町の三差路の電車通りから右に曲がってみんなについてきますと、右手に光陵中学があったわけですね。そこにみんな入るからどんどん入っていきました。みんな教室で着いたらみんなバタバタもう倒れかかっているので、私もその群れの中に入ってバタンと倒れて、もうほとんどそこで何ですか、意識がなくなるように眠ってしまったようでした。で気がついたらもう夜になってましたが、広島市内がどんどん燃えているので、窓から市内の燃えてる明かりでその教室の中におる人の人が判断できるぐらいの明るさなんですね。で気がついて、なんかお腹が空いたもんですからカバンを開けて弁当を食べ始めました。当然その当時の暑さですから、もう弁当がやや酸っぱくなってるんですが、お腹が空いてるからそのまま食べるんですが、食べながらお母さんはどうしてるかなと思い出して、ポロポロっと涙が、そこで初めて家族をどうなっているかなと思い出して涙が盛んに出てました。で食べ終わったらまたバタンと横になって、もう朝までトイレに行くまで分からなかったです。12時頃になったら兵隊が担架を持って運び出していました。で私も担架に乗せられて、トラックが学校の門を出て右に曲がって上を見ると市内電車の架線が見えたので、これは宇品線で宇品の方を向いて行ってるなというふうに思って、宇品に行ってしばらくすると左に曲がった木造の兵舎に収容されました。学校の木造の教室のようなところにぎっしり魚を並べたように、である夜中に大きな音がするのは何かと思ったら、外にはガラスいっぱい散ってるんですが、そこを裸足で男の人がガチャガチャガチャっとこう
歩いてるわけです。家族の名前を叫びながら歩いてるわけです。要するにもう発狂状態なんですね。でそのうちだんだんやけどの跡が化膿して夜中に寝てる時その血膿が固まって目が覚めるとかさぶたが目が開かないとか口が開かないというそんな状態で無理に開ければまた血が流れるとでまた兵隊が来て担架で運ばれました。どこへ運ぶということは一切言ってくれないわけですね。とにかく黙ってればどんどん運んで行けばだんだん海の匂いがしだして船のエンジンの音がしだして船に乗るんだなと思った。それで目的地のでしょうがその酒村の横浜国民学校の砂浜に船がさーっと横付けになりました。横浜国民学校の教室の中に入れられました。もうその頃はかなり化膿してたんですがウジ虫がもう這い回ってて寝ててもポトンポトンとウジ虫が床に落ちるのが分かるような状態だったですね。である日その村のその救護班の方の男性の話が耳に入ったわけですね。広島弁ですから棺桶がなくなったがどうしようかのって言ったらしょうがないよ山にして油かけて焼こうやいてって言って広島の町じゃみんなそうしとるんでってほいじゃあそうしようか私は寝ててこのまま死んだら山にして焼かれるんかと子供心に非常に不安な気持ちになりました。で8月の15日の朝おむすびを食べていよいよこれで歩けると思って学校の受付に行って親戚を訪ねて今から行きますと言ったらそこに酒村の村長さんもおられてよしほいじゃあ罹災証明書を書いてやろうとですぐ罹災証明書を書いてくれてでお前その傷じゃ汽車に乗ったらみんなから嫌がられるから包帯を巻いてもらえと新しい包帯を頭に目と鼻と口だけを残して巻いてから手にも巻いてくれました。で歩くのがそれは難しいのと言ってで村長さんはのこでもってその周りの木の枝を取って杖を作ってくれたわけです。糸先行きの列車に乗りました。もう暮れを乗ってからはもう私の身なりが汚いもんですからもうホームレスを見るように避けるような状態です。で座敷は空いてたんですがこう座ってるのがもう苦しいもんで通路にもう横たわってそのまま防具頭巾を頭に枕にして横たわっていました。それからかなり列車が遅れて動き出して尾道に着きまして尾道の駅から駅前桟橋に行って船に乗っても船室に入ることができないわけですね。みんなに嫌われるからどこに寝とこうかと思ったら右側の一番前の方は二等室ですから人の出入りがほとんどないからそこへ防空頭巾を枕にして寝ました。それでその親戚の原というところに着きました。本当船から上がって階段を上がって道路に上がってパッと両足を踏ん張ったらもう船のように揺れないしこれで助かったというふうになんか子供心に初めてこれで生きたんだという気持ちに
しばらくじーっとこうしていました。でその親戚のおばさんっていうのはそれから2、3メートル先の家なんです。こんばんはと何回も手を振ったら中から「おい誰か来たようで見てこい」という声がして、いとこの嫁さんが出てきて、で私が名前を名乗ったら途端にキャーと言って腰を抜かすように這うようにして部屋に入っていったわけですね。というのは親戚が集まって私の葬式をどのようにするかという話をやっている最中だったわけですね。で被爆後家族は元気だったんですが、兄が学校に行ったら健康1年生は全員死んだと言ったもんだから、もう死んだというふうに言われたものではそれを信じておったわけです。私が頭に白い包帯しているしまともな姿でないもんですから幽霊ぐらいに思ったらしいんですね。学校から通知が来て授業を再開するからと言うんで、もう私も友達に会いたい一心で早く学校に行きたいと言うんで親に無理に行って、で12月に父親が布団や身の回りを持って吉島のその下宿へ行きました。次の朝千田町の学校へ私は出かけました。当然倒れた学校の中に行ったら担任の橋本先生に出会ったわけです。先生は開口一番「お前は生きとったのか」とこう当時誰でも出会ったら生きとった死んだという挨拶しかなかったですが「よかったよかった」と言って先生は目に涙を浮かべていました。で続く言葉が「みんなは誰も帰ってこなかった」と言ったわけですね。でもものすごく私はショックだったですね。でその日の授業が済んですぐに中島新町まで私は行きました。12月ですから寒いんですね。で見渡す限りの焼け野原でものすごく静かで動くものは市内電車だけなんですね。人影もほとんどなかったです。で県庁跡で作業したというのでそこに立って私は一番仲の良かった伊藤君の名前を大きな声で呼びました。伊藤、伊藤と呼びました。返事はしてくれませんでした。核兵器をなくした世界の平和な世界に作りたいというのはそれしか一言言いようないんですが、核兵器をなくするっていうのは確かに大変ですよね。ただ今までもいろんな兵器をなくするっていうのは世界で力を合わせてだんだんそういうのはなくなってきましたよね。それと同じようにやっぱり努力すればできるんでしょうが、そこをどのようにしてやればいいのかというのは私の口からはいい案が出ませんね。